らして。はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はい、今日は琵琶湖で一泊。昨日からね、ちょっとね、放射冷却というか天気が良かったんでね、冷え込むとか言うてたんやけども、いっぺんね、どんな感じかないうので、ジジイの車はね、こういって掘りごたつができるんで、掘りごたつで合う料理言うたらおでん。で中には湯たんぽ入れてますが、これ無印の湯たんぽやったかな。はいはい、それを使って十分ですわこれで。でこの車内のねあれはヒーターとか全然使わずに足元だけ抜くのだけで十分ねあったかいいうか、14度ぐらいあるのかなじゃない。まあおでん作ってるしね、その温度もあるんで。まあね、昨年茶は、2年前に北海道に6月の末から7月にかけて行った時よりも、外気温、今回の方がね、全然低いんですけども、そんなに足元だけでも全然あれかなって。まあね、今回は急におでんがあったいうかね作ってたんでいっぺんに食べられへんし、おでんあるし、おでんやったら料理もね作るのまあ結構楽やし。ほんでね、我が家は嫁はねこの柚子胡椒いうのをつけるんと、私は普通のね、からし使うんやけども、まあいろいろおでんで味噌つけるとこもあるし、しめじあたりはなんか味噌とかなんかつけるんじゃなかったかな。いろいろあるんでね。はいはい、私はオーソドックスな普通のからしですわ。まあ今回はね、近場だったんで、4時半、夕方の4時半に出発して近所のスーパーに寄って、巻き寿司1本買って、はい、おでんと巻き寿司とビールいうそんな感じですわ。で最後に、別腹の、はいはい、おかきねはいはい、そんなんを食ってました。それと朝のためにね予習みたいな、まあ復習やけど、イタリアン朝消化いうことで、はいはい、寝るのはこんな感じですわ。羽毛布団にブランケットみたいですね、上にかぶせるだけで全然あったかい。もう寝る前に剥いでセットして10分ぐらいで、あとはねローで一番低い一番弱でねずっと12時間、8時ぐらいからつけたんでね、8時から朝の8時まで12時間ですわ。でまあ温度がね、車内温度はね最低6度まで下がったかな。その時は表は0度、はいはい、そんな感じでした。それでも寒いいうことがね全然なかったんで、それからなんや片付けしてて表行ったら表の温度も結構あったかかったんで、風もなかったんで、気持ちええなとか言いながら朝飯を今作ってるんでさ、昨日ねビデオで復習したやつね、ポーチドエッグ、それを使った料理になるんですけども、
ベーコン炒めてこれオリーブオイルと鷹の爪とニンニクともう炒めて、ソースの代わりに使ってるんですけども、それと嫁が作ってくれたパン、フランスパンとカンパーニの合いの子みたいなやつ、これ1個で2人食べたかな。はい、こういう感じにしてね、で油を染み込ませて、はい、まあね車内なんで、カメラ移動するのもねあれで全然撮れてなかったんですけども、でこれも半熟にするつもりがもう型になってもて、やっぱね IH1 個だけで、飲み物はねポットがあったんですけども、料理するのねやっぱりねポーチドエッグなんかやったらね半熟にしたかったんやけども、ちょっと湯も掘るとこもないしね、そのまま置いといたらね結局固まったいう感じで。料理の方は、サワークリーム、クリームチーズの薄いやつみたいですね。それを下に引いて、でパン入れて、でベーコンのして、で本当ならね半熟のポテトで、さっきのソースでまあ美味しかったですわ。で今回ね昼間いうか朝はもうこれヒーター200ワットで十分、400もいりませんわ。それと今回あまりね、見せてなかったんやけども、走行充電するためにインバーターこれね、買ってるんですけども、バッテリーからインバーターに入って、でこれね、これは AC アダプター、ポータブル電源に、ね、ついてるやつね、それをつないで、バッテリーからインバーターに入って、AC アダプターに行って、で AC アダプターから、本体ポタ電の方に走行充電できるようになってるんですわ。でこのインバーターも、車のバッテリーが薄くなったら電源も切れるし、それとリレーかましたらね、車の、もう電源切ったらね充電しないようにもね全然できるんですけども、それとこれが配電盤の後ろでさ、ちょっと汚いんでね見せてなかったんやけども、いろんなもんがね当たらんように、固執した部屋でね配線はしてます。やっぱり狭いんでね、いろんなもん当たったらね、線抜けたとなったらねショートしたやったら大変やからね。いかがでしたか、ジジイの車中泊、参考になりました？次回もよろしく。はい、そんなんで朝飯食べてちょっとね散歩してたんですけども、車から10メーターぐらいのとこになんかイベント何があるんやろな思ってそば番で行ってみたら、はい、手作り感満載のろくろ、そんなイベントがあったんでね話させてもらって、でいっぺんやってみますかいうことで、やってるんですわ。これめっちゃ気持ちいい、なんか知らんけど。どうですかなかなか難しいな。難しいですよね。こんなんとこだけど、すごい面白い。でもなんか削れていく感じがとてもいいですよね。作品の出来上がりがこういうね器やったりお皿やったり湯飲み茶碗やったり、
なんかねまあ素人でも1日やったら1個ぐらいはできるということで、早ければ2時間ぐらいで1個できるみたいなことで、それ以外にこういったスプーン、これね名古屋の人やったかな、女の人、はい、スプーンをね今日は作ろう思ってイベントに参加しますみたいなこと、はい、こんな感じですわ。で綺麗にできたら持ち手の部分、握る部分に好きな柄を入れるみたいな、はい、こんな感じで。食べるもんなんでね、使うのは赤やったらパプリカとか、グリーンやったら抹茶とか、それを染み込ませるみたいな、はい、こちらはねインストラクターいうか先生ですわ。全然切り子がね長いのが出てくるのがやっぱプロやね。いかがでしたか。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております。ジジイ_70、ジジイは74歳、まもなく75歳。いやいつまで生きるんやろとか思いながら、おおきに、おやすみ。